ミニクーパーの方ですけども、だいぶね、調子が良くなってきました。ということでね、いろいろ、こうなったらね、ドレスアップとかしたくなるんですけども、今回は、ここです。ということでね、このね、バルブを変えるだけじゃあれなんで、これです。LED、これはウインカーユニットですかね。っていうのを購入いたしました。これでしたらね、この横にね、流れるようにウインカーがスーッとこう、なんちゅうかな、ラインが入るみたいな感じのやつなんで、ちょっとね、試してつけていきたいと思います。ようやくね、ドレスアップに着手です。はい。ということで、まずね、こいつを外すんですけども、このままでしたらね、なんやろね、ちょっとね、硬いんでね、爪が折れる場合があるんで、一つ簡単な方法、これ自体をまず外してしまいます。ほんでね、外す方法は、めちゃくちゃ簡単です。これをね、ちょっと押し込みながら横にスライドするだけです。こうしたらね、こんな感じで外れちゃいますんで、このね、4点かな、4点でこれ止まっている状態です。そしたらね、こんな裏がこのような感じになってますけども、このランプユニット自体を交換するので、まずはここね、本来だったらこっちからこうプリッと、こじ開けたらいいんですけども、ここねちょっと押し込んで、ほんですればこうやって簡単にね取れます。であとはね、もうこの状態になれば元に戻してあげるだけです。はい、ちょっとねここをちょっと押さえ込み気味にして、はい、はい、横にスライドするだけ。もうこれでね取れません。あとはこいつをねもう交換するだけ。めちゃくちゃ簡単です。はい。そしたらこのランプの方を外していきますけども、交換するのは端子がですねこんな端子になってますね。ということでこれはねランプのとこそのままブスッと刺すような形になってます。なので一旦ねこのランプを取ります。はい、ちょっとねこれ回してあげたらねこうやって取れますんで、もうこれであとはこいつを引っこ抜くだけです。はい、ランプ自体ねここにもねソケットになってるんですけど、これはつけたままです。で先ほどのね購入した LED のウインカーですねの端子をここにブスッと差し込むだけになります。その後はこれを、そのまま取り付けるだけというような形ですんで、今からねやっていきたいと思います。まずねこれフィルムちょっとねめくって、半分だけねめくって、傷防止でちょっとね軽くつけときます。はい、あとははい、あとはねここに差し込むだけで、これね多分ね裏表どっちでもいいと思います。とりあえずね仮でクイッと刺します。これで一応ね完成なんですけども、このままでしたらもうブラブラとしちゃうんで、ここね溝に沿ってねこれ溝あるんですけど、ちょっとここですね、取り付けます。はい、ほんでこうやって回すと、はい、これで取り付け完了です。こうやって抜けますけども、抜けそうですけど抜けません。はい、あとはねもうここまでできたらもうほぼ完成ですけども、はい、はい、ビニールがね中につかないようにして、
ここを軸にして引っ掛けます。押し込みます。はい、こうね。で反対側は押し込みます。ちょっと押し込みながら入れます。はい、パチッと入りました。ということで、これをピロッと剥がせば出来上がりです。取り付けていきます。反対側も取り付けていきます。これ差し込んでクリッと回す。でこれでね取れません。あとはここを支点に前側を支点にして、ちょっとこの後ろをちょっと押さえ込みながら押す。はい、入れるということで、こちらも完成です。もうあっという間ですね。はい、そしたらですね、実際にエンジンかけてみます。で、LED の場合ですね、なんちゅうかな、ランプ切れのね、エラーコードが上がって、ずっとね、これ警報が出る場合があります。今回のね、ウインカーちょっとね、安かったんですけども、それがね、ちゃんと鳴ってるかどうかね、確認していきたいと思います。では。はい。チェック完了で、もうエラーコードね、出てませんね。ということで、一応、今回購入した LED のウインカーについては、このランプ切れのね、システムにはこう対応しているというところになります。ではですね、一応ね、ウインカーの方動かしてみますけども、まずね、左、通常状態、普通に、はい、普通にね、動いてますね。はい、右もハイフラッシュになることなくちゃんとついてますね。はい、ということで、中側から見たときには特に問題ありませんでした。ちなみに、こちらですね、ハザード、これやってみます。はい、正常ですね。はい、このまま外観の方ね、見てみたいと思います。はい、ウインカーの方ですけど、こんな感じです。結構ね、綺麗に光ってます。流れるようにね、ウインカーついてます。かっこいいですね。はい。カメラじゃね、ちょっと分かりにくいかもしれませんけども、結構ね、明るいです。はい、反対側。はい、こちらもね、ちゃんとついてますね。ちょっとしたことなんですけども、かっこいいですよね。はい。ということでね、これで取り替え完了いたしました。いい感じですね。これね、スモークかな。スモークタイプと、あとこれ僕クリアなんですけど、クリアタイプと、こう2種類あります。ちょっとね、迷ったんですけども、うちのやつこれ、メッキ部分あるんで、クリアが合うかなと思って、これにしました。はい、ということでね、これ、購入したんですけども、これがね、なんと価格、私がね、買った値段でね、850円ぐらいで購入してます。Amazon とかでしたら、ちょっとね、高めの値段でも売ってますけども、心配ないよというところで、私はね、アリエクスプレスというのをね、ちょっと利用して買ったわけなんですけども、それでも全然問題なく、今のところ使用できてます。で、書き込みなんかでしたらね、透明のやつについては、ちょっとね、なんやろな、すぐ劣化しちゃうというような記述もあるんで、その辺はね、気をつけたいと思うんですけども、なんせね、2つセットで800円ぐらいというところだったんで、妥協できる範囲かなと考えております。結構ね、しっかりついてるんで、物もね、そんなに悪くなさそうです。はい。ちょっとね、これでまた様子見てみたいと思います。はい。ということでね、車が調子良くなればね、こういう風な感じでいろんなアイテムの追加なんかできるんで、
カーライフもですね、充実してきますよね。はい。ずっとね、こういう風なね、ドレスアップをしたかったんですけども、車がね、ずっと調子悪かったんで、治らないのにね、してもしょうがないんで、控えてました。今回ね、もう完全にちょっと復活したということで、いろいろね、これから試していきたいと思います。はい、ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。